はにぎわい市の撮影に来ました。これ101見れるのめっちゃいいです。最高。最高。乗れるってことですか？おお。問題なしですよ。これで切れてるんで、入れてこんな形で。最高ですね。はい。今日はにぎわい市の撮影に来ました。このいつもながらのメンバーで行ってみたいと思います。大阪市は鶴見区の鶴見緑地公園花水木ホール開催、3年ぶりの開催ということですごい人です。一応これが入場の様子です。一応ここでね入場をやるんですけど、僕らはもう入場してるんで、招待状などをもらってこちらで発行してもらう形です。アックスブレインさんに来ました。アックスブレインさんは主にどのような商品をレーザーが、老舗メーカーでございます。特にこの中で一押しといいますか。おすすめはですね、今追尾の自動追尾のレーザー。自動追尾というのは、今まで墨田市自己刑を受ける場合に2人で作業されてたと思うんですけれども、そうですね。これが1人でできるようになりました。今までちょっとこういう追尾で自動で追っかけてくれる機械でやっぱ10万20万って高かったんですけれど、今回は値段がかなりお得な値段になってます。通常よりも結構リーズナブルってことですか？かなりリーズナブルです。ただその分品質が悪いわけではなくてですね、ちょっと仕入れの方のちょっといろいろさせていただいて、素子は日本のシャープ製を使わさせていただいてますんで、ネットでは多分安いやつはすごい出てると思うんですけど、安心して使っていただける、プロの方がちゃんと使っていただける商品にさせていただいております。安いけど品質もいいですよと。かなり高いですね。はい。お、すげえ。こっちで今操作してるんですか？ラジコンみたいな感じで。そうですね。はい。時刻計ですね。ほうほうほう。10メーター、20メーター距離があるときに、お、すげえ。で止まって住み合わせをしていただけるという機種になっております。一人でできますね。今まで他社さんなんかでいうとパンチの自動で追っかけてくれる距離が大体10メーター、15メーターぐらいでちょっと若干現場ではちょっと足りないかなということがあると思うんですけど、うちの商品に関しては25メーターまでいけます。最大25メーターまで自動でできますので、かなり大きな現場でも対応できるかなと思いますので、ぜひちょっと使っていただけたら。ありがとうございます。で、カラフルな水平器とかも売ってるんですね。はい。あとはちょっと節番同士。最初はグリーンレーザーですね。そういう最近そうですね。これは何ですか？赤じゃないです。世界初。ポケットタイプのレベルでして、これちょっと水道屋さんがよく使うやつにはなるんですけど、はい。アックスさんではいろんな商品が扱っております。ラチェットかっこいいね。コンパクトスロープレベル。それ最近現場で持ってる人いたっす。これめっちゃかっこいいやん。アックスブレイン。渋いからくださいよ。これもかっこいいですね。黒やし。これおすすめです。これこの前買いました。買った。赤色。買いました。そうジャンボで買いました。はい。もうカッピーも赤にそうこれ買いました。これ水道屋さんが水道勾配を取るときにこういう大きいやつを使ってるんですけど、やっぱり現場でちょっと見たいときにやっぱないので、これが一応同じ性能全部あります。はいはい。101勾配とか大事やもんね。勾配見れるの嬉しい。今までこういう大きいやつとか使ってたと思うんですけど、このサイズで一応全部51から全部水平から51まで全部。どう空調屋さんから見て。これパイプにそうです。合わせれるように作りが入ってる。冷媒管にってこと？そうです。冷媒管とか塩ビ管とか。塩ビ管とかに乗せれるように。へお、いいですね。磁石もついてるやつもありますんで、これ磁石。これが101勾配とかそういうことですよね。空調屋さんがよく言う。そうですね。は配管の勾配が取らなきゃいけないので、水が入ってるんですね。そう。パイプの上に乗せることが多いので、一応ここにも溝入ってますんで。わざわざ寸法測らんでええってことやね。はい。ポケットで見れるんで、現場に持っていくときにこういう大きいの持っていく必要がないので。確かにこれはいいですね。一応これのマグネットありとなしがあります。でっかいやつはマグネットでつきます。どうですかこれ今聞いて。これ101見れるのめっちゃいいです。最高最高とのことです。そうですね。メモリが多いやん。やっぱり101って全部が全部101じゃないから。そうや51とかもある。これいいわ。ありがとうございます。他にもライトであったりルミネックスっていうんかな、ああいうやつとかいろいろ売ってます。ピスとかもあるんですね。ありがとうございました。
新しく1ミリ刻みっていう植物1ミリすげえ。シープドリル。なんぼからなんぼまでですか。要はこれは 4ミリスタートで偶数で1ミリずつ上がっていって22まで。ビスの下穴もいけるし、ボッコンつけたりする穴までいけると。ここも全部いけます。ほうほうほう。はい。で従来は2ミリ飛びやったんですけども、2ミリになると負荷がかかるんで、どうしてもよく使う10、12、はい。 3分のボルト、4分のボルト、そこが一番よく使うんで、はい焼けちゃうんですよ。1ミリに変えるとですね、これステンの 1.0 1ミリですわ。はい、ステンのこれはインパクト。これインパクト。インパクト OK。インパクトでも構いません。あーそれはいいなというのは、今そんなに鋭角に研磨をかけてないんで、インパクトでも大丈夫。まあ一般的にはドリルドライバーあるいはドリルでやるのが正解なんですけども、大きくなってきたりすると、どうしてもこういう大きくなってくると、ドリルドライバーで行くとクラッチがかからないんで、振り回されるんですね。だから安全な作業ということも考えれば、インパクトドライバーで使用というのも考えてもらったらいいと思います。このドリルドライバーで手が持っていかれて怪我するとかね、はいありますもんね。はい、それを1メーターとかいうのはやっぱありますんで、それを考慮されたということ特に壁に向いて横向きに開けるとかあるじゃないですか、はいまあはい。壁であ脚立の上で、はいこの状態で開けられるかっていうと、これはちなみにどの商品になるんですか。プロのプロシリーズなんですね。借りていいですはい、これ。これはすごい。黒。黒。名前も黒。で、黒っていうのは従来の金のコーティングよりも黒い窒化アルミチタンコーティングっていうのはこちらの方がやっぱり硬くなる、あるいは焼けが少ないっていう効果も出てきますんで、持ちとしては今までよりも上がってきますね、寿命的に。これはあ、懐かしい。これはね、めっちゃ平べったいですね。これ平べったいで、あれなんだけどレースウェイソケットが言って銃とかでもいけるってことですか。デール10でいけますね。で、まあ、ハンガーレール。これはネグロさんの Day1 なんですけども、この中でも回せるし、関西地区で出てる南さん、哲代さんとか日谷さんのハンガーレール。この中でも回せるように。はい。はい。ここは13ですか。これ13です。13ですから、ラチェットさして。そうですね。ラジェットの手を持ってきて、ここでラジェット持ってきて、これではまりますんで、これで回すこともできますね。マス詰めもできると。はい。この中の幅が狭いもんですから、で、ハンガーレールになってきますと、もっと狭くなってくるんで、Day1 ではこれだけの余裕はあるんですけども、ハンガーレールではもうほとんど余裕ないです。ですから、わざとここの下駄を短くしてます。はい。そういう仕様です。当社が、出してる、前回のニューイヤーズでなかったんですけど、ラウンライトマン。なんでホルソンみたいなのついてるんですか。これ、ホルソーにすることは、日本の針でしたら、締めて緩んできた110杯、100杯開けたいのに110を開いてしまう。そうなってくると、ダウンライトの耳がちっちゃいもんで、少ないもんですから、抜けてしまうんですね。おだからそれを、広がるか。はい。そうなんです。で、ホルソーの弱点はあります。弱点は何かというと、開けた時に、カスが中に入り込むということです。じゃあ、このカスを一回一回取り外して抜こうというのは、お客さんとこれ、仕事の効率が悪いです。はそのために、ここに2本の針を用意してます。い。おお。で、これで、押し出しです。押し出しです。はい。ですから、経点がある時に、先にボードを開けていただいて、ボードだけを捨てていただいて、それからこの経点見た時に、中に線が走ってるのか確認していただいて、はい。線ごとボードを抜かなかったら、線ごと切っちゃうんですよ。そうですね。はい、線ごと切ってしまう。ただ、これが見えてる状態でボードのカスを取りましたから、中をチェックして、それからこの状態で開けていってください。はい、そうすれば、もう簡単に作業としては、一つの開くことは一切ないですから、あと、ホルスのサイズ感、一応この白い点と白い点合わせていただくと、下にくぼみを作ってますんで、ここで止まりますと引っ掛けてるだけなんです。このまま抜けます。あ、そういう仕組み。はい。で、簡単に言うと、ここにネジを立ててるんで、これを引っ掛けてるという方式だけです。はい。いいかも。
経典いけるんですよ。普通今までハサミもう一回出さなかったね。だから一般的に皆さんの講座さん聞いてましたら、ボードは従来の日本の針のメーカーさんで開けていただいて、経典が出てきた、あるいは目次が出てきたっていう時は、ホルスを持ってきて、顔を横に避けながら、かぶらないようにする。でもどうしても粉は降ってきます。で、今はやっぱりどうしてもクリーンルームも含めまして、粉を出したらいかんという状態ですので、これで一挙に行かれる方が相当時間効率も早く、紅茶さんの体も汚れ、頭も汚れないとかね、そういうのも含めまして、使い勝手はいいと思います。で、サイズ的には一応50パイから160パイまで、全てのサイズで用意しておりますので、はい。ぜひ一回ご愛用いただければありがたいと思います。あと1個だけ気になるのが、これ復活させてほしい。はい。これがダメな切りあるんですよ。ダメな切り、ダメな。ホルソーは無理なんですよね。あ、ホルソーは無理です。ホルソーのセンタードリル。センタードリル。センタードリル。これは全部いけますね。はいはい。まずここにチャックが、これだけの種類入ってます。サイズは 4.1 から5とか、そのサイズ入ってます。で、これが8ミリですんで、研ぎですね。切り先の研ぎ器。中にコレットチャックが入ってますんで、それをここに入れます。で、ドリルを中に入れます。で、あんまりゴトゴトしないように滑る程度で、はい。はい。俺めっちゃ楽しみやわ。で、このチャックは今9ミリを取りましたんで、はい。ここの数字を9に合わせてください。はい。これを9にね。チャックに合わせてください。はいはい。で、ここで設定の場所です。これはドリルの飛び出し量と方向を決める場所です。はい奥まで入れていただいて、はいドリルを引っ掛けてます。この部分です。この部分にドリルを引っ掛けてます。はい。奥まで入れて右回し。で、これでコレットチャックを締め込んでいただきます。このまま外していただいて、あとはここに角度調整は全てできるんですけども、一般的にはドリルは118度そうですね。というのが研磨のサイズですんで、はいそのままこのコレットを型通り入れていってください。はいで、右左に振ります。そうしましたら音がなくなってました。これで今、片面、こちらの面だけを研ぎました。ははは。こちらの面はまだ焼けた面です。はい。で、今度ひっくり返していただいて、このまま同じように。音がなくなったら、これで鉄鋼ドリルに仕上がりました。ただ、シンニングというのを入れないと、はいこの幅が広すぎると、横に線を上げた時に横に滑ります。はい狙ったとこを行きたいんで、ここでシンニングっていう作業をします。シンニングもできるんですか。はい、シンニングまでできますす。げえ。シンニングはサンダーではできないんでね。サンダーでは入らないですね。で、これで今片面、それから乗り越えてもらって、下へ落ちたら逆面。おお。これで仕上がりです。ほんまにシンニングになってる。どんな焼けた切りでも、どんな折れた切りでもはい復活します。切れ味をお願いします。切れ味、切れ味。これでカッターとかね、ビス抜きビットとか、ラップとか、まあいろいろ売ってます。まあ今日は時間の関係でこれぐらいにしときますけど、またおもろそうな商品も多いんで、見てみてください。で、今からマスターに実演講座を。これ鉄ドリルですわ。鉄鋼ドリルですわ。はいこれでステンを開けます。今研いだやつですね。今研いだやつ。はい今研いだやつ。これ鉄鋼ドリルですけども、ステンが開くかどうか。それもインパクト。余裕やね。これ鉄鋼ドリルですから、一般的な鉄用です。もっと熱いの開けてみましょマスターあれは無理なんですかね。う。どれですか。ああ、これですか。いいでしょ。これは無理や。これいやすごい。ここ行こう。いや。すげえ。先端が角度がぴっちり取れてたら、鉄ドリルでもステンは開きます。この研ぎ器は価値ありますわ。俺と引いてる。歯綺麗になったら掘ってましたもん。持ってましたね。これはもった復活すると15万回収できるね。また交渉したら悪い。い。あ、お値段的には頑張ります。ありがとうございますただきますんで。じゃあまたどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ウイニングボアさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。
じゃあ空調屋のバーテックスさん、はい。お願いします。ありがとうございます。浅田株式会社です。よろしくお願いいたします。はい。ですね、今回、新作いくつかあるんですけど、やっとですね、寝頃なチャージングスケール、今回、この会場のみで、お持ち帰り限定でやらせていただいてるんで、配信の時はまたちょっと違うと思うんですけど、引き続きですね、新作で非常に好評いただいてますので、スケールの方、浅田またいいの出たよ、覚えていただければ。わかりました。はい。あと、アッパー引き続き人気です。電動のワイヤーアッパー4メートルまで、120キロです。足元が非常に強力になりまして、現場の悪路とかですね、そういうところでも小気味よく動いてくれるようになっております。はい。これ何点火してあげるやつですか？そうです。これなんかは結構配信されてる YouTuber の方なんかでも使っていただいてるのがあったりしてですね、非常にロングランになってます。それの新作で。今日は動かないんで。今日動きますよ。ちょっと音びっくりしないでください。おー。音は派手です何キロまでいけるんですか？が、これ120キロまで。120キロってことは点火せで言う。天下せで言う。点火せなんて軽々じゃないですか。楽勝。室外機。室外機でね。ですね。はい、4メートルまで行きますから、2回ぐらいの外の室外機取っ手とかで、そういうので非常に有効です。で、ワイヤーアッパーなんで、上から乗っても、上のものを外しても動きません。バーンって上がったり、ガーンって下がったりしないんで、気圧と違って、すごい安定してます。はい。はい、ぜひ。浅田さんは結構バンド奏とかもね、昔からやってますもんね。はい、うちは配管関連の機械工具の総合メーカー、はい自称しておりまして、こっちは銅管、空調は銅管です。こっちは鉄管とかステン管の絡みですね。はい、設備に関しての切断機とかそういったものを展開させていただいてますね。はい。現在ですね、浅田として、手前味噌ではありますけど、リニューアルを、随時行っておりまして、ああいうグレーのバンド層ですね、あれが新作になるんですけれども、そういった形でですね、カラーの統一とか、そういったことを、取り組んでいる最中でございます。奥のはネジ切りですか？そうです。電線がも切れるんですか？はい、切れちゃいます。ありがとうございます。電線が切れると浅田さんのネジ切り。これ気になるんですけどね。ありがとうございます。 L アングルとかもいけるんですか？はい、L アングルいけますよ。ですね、こういう素材ですね。ごっついです。これどっちかっていうと、溶接とか製管業さん向けなんかがあったりするんですけれども、こういうアングルって呼ばれるような、使いますそうですね、75、75、T6 ですけれどもね、はいそれぐらいまでよ。で、驚かれるのが、これステンもいける。マジで？ステンで 7575T6 で、こっちでカッティング、で、こっちでベンディングですね。を一つでやっていただける。アタッチメント交換なしです。見れるんですか？はい。で、こっちの方で、よいしょ。油圧の系統をこれで変えるだけなんですね。で、スイッチは下の足元。ちなみにこれ100ボルトですか100ボルトです。 100ボルトつないでいいですね。ちょっと切ってみましょうか。よいしょ。スコンと入れて、今から切ります。ど真ん中。今の速度でずーっと下がっていて、バーンと音しませんので、ご安心ください。今落ちました。こんな感じ、仕上がります。まっすぐは切れないんですか？これまっすぐ切りたいときは実は入れ方があります。まっすぐって、まっすぐってこういうこと？そうです。これしたいときはうちのバンドソー使ってます。そう。で、これ切りましたってなったら次曲げますよね。曲げる？はい。赤いところに切ったところをこう上から合わせていただく形。これはもう感覚で大丈夫です。で、油圧のスイッチをこう切り替えて、もう一度。で、ちょっとキスするぐらい。で、おしまい。で、上げます。そうすると、このような仕上がりですね。この速度で、このようやろうと思うんですと、普通だったら切って、溶接してっていう感じになるんですけれども、この仕上がりです。触っていいですか？はい、どうぞ。なんかめっちゃ丈夫ですわ。もう溶接線でも使える。十分です。ブラあとはもうここ。ガタイとか作れるんですね、自分でね。そうですね。これな。お客さんによっては定着の1本持ってきて、それをこう切って曲げてで1本で仕上げちゃうっていう方もいらっしゃいますね。はい。ほな穴開きアングルなんてやったらもっと楽勝ですね。楽勝です。ね、僕らよくその程度なんで。数やる方にはとてもおすすめ。はい。ちょっといい値段しますけど、そうなんですよ。こういう作業が多い人はでも十分元取れそうですね。はい。交渉したらお安くなる感じですね。もちろんです。にぎわいなんで。
皆さんまた来年ね、にぎわいで見てく賑わいまださい。しょう。ありがとうございました。ぜひおいでください。ありがとうございました。すいません忙しいとこありがとうございます。ありがとうございます。ユニーズさんに来ました。ユニーズさんの主な製品としては何が特徴ですか？まずメインはビスです。特に。よく出てるのは、こういうものになるんですけど、はい。長い。他のメーカーさんのに比べて刃先がかなり長いのっていうのと、もう一個大きな特徴としては、この頭ですね。ここが他のメーカーさんって基本的にはやっぱプラスビス、はいプラスビットがほとんどなんですけど、まあプラスもはまるんですけど、その中に四角を振ってます。やっぱり舐めにくくなる舐めにくく、はあはあはあ施工がかなり早くなります。やってみてもらっていいですか？ぜひ。やらせてもらってもいいんですか？全然。これ感動しますよ、一回使ったら。じゃあ俺やろうかな。舐めないんで、ここに打っていいんですか？はい。この形でピアスをすると舐めにくい。全然ブレへん。このピアスビスでカタカタカタって動かしたりとか、長いのないんですか？長いのあります。めっちゃ長いやつ。もっと刃の長いやつ。これは無理やわ。絶対溶けるで、それは。これは無理。これも四角でいいんですか？あ、これも四角でも、ボックスでもこれは。それは溶ける。余裕。すごいですね。これは安定感がちゃいますわ。その他このあと、今日一番売れてるので言うと、今日もいっぱい売れてるんですか？まだ始まったばっかりです結。構売れてます。20分でもう売れたス。テップドリルほうほうほうが、まあ、今うちで一番売れてますし、今日も結構売れてます。何が何かっていうと、まずインパクトでいきます。基本的に他のメーカーさん、基本的にはやっぱインパクトがダメなんですけど、そうですね。インパクトでいけるっていうのと、こういう熱いものに対して下穴なしで直接使用できます。やってみてください。ちょっともうずっとデモ使ってるんで、先端のコーティングとかはちょっとずつ落ちてきてるんですけど、それでも普通のインパクトで、まあ、約6ミリぐらいの厚みに対して、ちょっとこの辺とか。そんな一発で怒られるんですよ、現場で。まあ、上から下っていう力の加えやすい条件にはなりますこれステンですか？これステンレス。ステンはいけスない。テンもいけます。お願いします。ステンの場合、ちょっとこの辺いきますね。今、鉄で全開でいったんですけど、まあちょっとギュッ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 ってやってもらうか、もしくはこれぐらいの。そうですね。余裕がね、いけます。余裕ですね。余裕です。ありがとうございます。ユニーズさん。はい。それもうちです。これ合体できるやつですね。そうです、合体して。あ、これです。ビスのパックがそのまま入るサイズで、これめっちゃいいね。まあ言ったらビスもいけるし、小物のドリル関係とかちょっと。圧着男子とか。溶けるから、何が入ってるのか分かりやすい。そうです、クリアになってるんで、あと、この透明の部分がかなり頑丈なんですよ。ちょっと、例えばですけど、乗れるってこともしかして。もし全然、こういう感じで、おー全然問題なしです。例えば、この上に、まあなんか落としたとか、割れない。かなり割れには強い。これ割れたりするの多いですもんね。そうなんですよ。やっぱどうしても、物持ってて踏んだりとかで、であとはもうこの横のフックでつなげてるんで、車の中でバラバラになったりとかもないですし。でかいのとちっちゃいのも一緒にできるってことでかいのとちっちゃいのもいけます。下が大きいので上にこうかかるあ、そうです、いけます、いけます。これハーフサイズなんですけど、これが、まあ、半分を横のフックで引き付けて、1枚もので消化のサイズになるんですけど、例えばハーフ同士で、こういう感じで、場所、ちょっと車のスペース的に、ここまで入らんぐらいでも、こういう感じで、半分でもいけるんです。つながるのいいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。ユニーズさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。次はマックスさんに来ました。今日の一押し教えてください。一応こちらの充電式のハンマードレル。どう一押しなんですか？こちら非常にパワーがパワーが強い。40ボルト。25.2ボルトなんはいですけど、はいはい。
穴開けも楽勝ってことですね。すげえ。これは鉄筋切れるんですか？これは鉄筋を縛る縛る。ああ、ハッカーってこと。ハッカーのそう頭の回でもこれは切る方？これはもうこれすげえ。ハッカー極めた人泣くんじゃん。うわ、すげえ。ちゃんと閉まってるんですか、これ。お、強いね。すごい。これやばい。他何がおすすめですか？鉄筋の上一日あるとしんどいもん。水道屋さんはい水道屋さんの水道屋さん、はい。サドルバンド、こういう排水管はい給管とかサドルバンドってこういうのがあって、そちらを止めるのに機械ですね、ガスとバッテリーで。ああ、両サドルを止めたりするってことですか？そうですね、サドル止められるんで。マックスさんではその他いろいろこうね、大工さん向けが多いですかね。まあその充電ドリルですか。レーザーも大丈夫です。エスプロソンなさそうですね。あるんだ。ちょっと今ピンを探されてます。濡れネズミが挑戦してます。どない？鉄筋やってた？いや、やってないです。鉄筋素人の淳君でもできんのこれ？できます。ええな。これはいくらなんですか？これでですね、定価で32万。ええ値段すんな。でもまあ元取れるんでしょうね、多分。拳銃のチャージング中ですね。これでチャージ完了です。お願いします。おお。ここで止められる。強い。はい。いいですか？あ、めっちゃ強い。これね、よう取れるやつもあるんですよ。ね、でもこれ全然強いんで。そうですね。いやー、すごいです。で、一発で下穴開けてビスモムっていうのもいらない。これ一発でバンっていきます。ハッピーさん、はい。こんなんやったことないでしょないです。う。やってみましょうか。これ何？素人でもできるんか。一個使っていいですか？こちらの穴。ここを使ってくれと。下押し。これやったことない子でもできるんか。ごめんなさい。そうですね。ここメガネを必ず着用しましょう。これどうするんですか？これをこの穴押し付けていく。はい。トリガーを。あ、ちょっとずれたけど、これ、おー、いいね。ここでいいですか？そうですね。で、押し付けて、いく。はい。気持ちいいでしょ、これ。すごいですね。鉄砲言うんですけどね。スラブもいくので、デッキが鉄板が貫通して、下地がコンクリートがあるコンクリートっていうので。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、マックスさんでした。観戦といえばね。はいはい。はい、YouTube 撮影です。いくら？あ、いくら席です。はい、お世話になります。観戦入選に関するものであったり、さっきこっち空いてるんで、こっちで行きましょうか。はい。こちらから言うと、一応遮光面なんですけど、何をする工具かと言ったら、溶接機を使ってアークした時に、やっぱり光が発生するので、その光を直接見てしまったら目が焼けてしまったりするので、光を遮るための遮光面なんですけど、溶接のお面ってことですか？そうです、そうです。で、こういうふうに、一応明るいと思うんですけど、一応ボタンがついてるんですか？これテストボタンで、こういうふうに遮光して光から目を守るっていう安全遮光面にはなるんですけど。ってことは、これは見えるんですか？あ、見えます、見えます。見えながらできる。見えながらできるとこです。このまんま手元を照らしてもらって、で、光が発生した時にだけ、こういうふうに遮光して目を守るっていう形で、昔はこうやって手持ち面とかでやってたんですけど、どうしてもやっぱり色ガラスなんで黒いんで、あれやったんですけど、この遮光面が安全防具と、今結構話題なのが、このバッテリー式の溶接機。いや、どうしても現場やったら、電源取れないであったりとか、溶接できないっていうことがあるんですけど、このバッテリー溶接機、この1時間のコードはこれもあくまで充電用で、もう電源つながってないのに、こういうふうに。
現場で200ボルトとか取らなあかんっすよね。そうですそうです本来やったらでやっぱ200ボルト取れないとこもあ取れないるんで、とこ多いです。で100ボルトもし取れたとしても、まあマックス上がっても100アンペアとかやと思うんですけど、これに関してはバッテリーなんで、マックス170アンペアまで、はい、上がります。だからどっちもですか？一応使用状況にもよるんですけど、はい 3.2 ミリとかだったら10本から20本おとかいう形で炊けるんですけど、十分。そうなんですよ。僕らが使うぐらいの。そうなんですよ。で、もし電池なくなってきたとしても、この充電で100ボルトで約1時間でフル充電するんで、早っ。昼からももう一回できそうます。ちっちゃいですね。ちっちゃいですよ。こんなちょっとマッサージ機持ってみましょうか。一応、下に一回下ろしますね。何キロですかこれ？これ18キロです。 18キロ。はい。余裕？で肩からも下げれるんかな？そうです。ショルダーベルトがちょっと下げてください。プレイはコンパクトですし、ああ余裕やな持ち運び。最高ですね。こんなんもね今までのやつ。そうです。僕らもね溶接することたまに現れるんで、あその時のためにこうわざわざでっかいの持っていくのがはい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 憂鬱なんですよね。なるほど。いいですね。そう最後、今ちょっと、はい。あこのレールパンチャー欲しいです。マジですか一応、こういった風に、アングル材に、まあ、穴開けをする。僕らめっちゃ使うんで。あそうなんですかはい。あなるほどアングルがよく開ける。一応、コードレス、まあ、100ボルトとあるんですけど、なんでこんないっぱいいろいろあるんですか？これに関しては、例えばお客さんによって開ける板圧があー6ミリまであったりとか、はいはいはい。こういうのサスの6ミリまであったりとか、鉄の9ミリとかバラバラやと思うんですよ。で、例えばこっちで言うと、鉄は6ミリまでしか開けれないんですけど、こっちは9ミリまで開けれるっていうタイプで、一回ちょっと穴開け、これちょっとサスなんでちょっと音うるさいんですけど、言いますか。そうなんですよ。なるの分かってても怖いんですよね。バーンって。そうなんですわかる。で、一応特徴を言うと、モーター、負荷がかかってたとしても、モーターがこういう風に360度回るんで、障害物を避けて穴開けができます。あーすごいそうなんですよ。できますっていうのと、それはすごい。あとは、今まで穴開けするときに、センターを取るのに大変やったんですけど、めんどくさいです。そうなんですよ。はい。このストッププレート特徴があって、ここの縦の面と、ここの横の面、交わるところがもうセンターなんで、これで、一回、こういう穴開けさせてもらいますね。そういう形で。でこの、十字に着替えといたらちゃんと真ん中に開くと。そうです、そうです。結構ずれてね、だるまになるスルスルで。そうなんですよ。だからそういった面で、モーターが回るっていうのと、センター位置合わせやすいっていうのと、で、さっきの板圧だけじゃなくて、6ミリ開けれるタイプであったりとか、これやったらどうしても懐が25なんで、ここまでしかいかないんですけど、そうなんですよ。これは首折れ式とかやったら、懐が50あるんで、結構奥深くまで、深い方がいいです。そうです、確保ができるっていう形で、まあ、よしあしあるんですけど、懐がでっかい分、やっぱりちょっと重量は重たくなるんで、そういった面で、電池も、ここからまあ、ハイコクさんのマルチボルトを搭載してて、はい。ありがとうございます。はい、ぜひお願いします。点検行きたいです。あ、そしたら、もう折りたたみ式のジャッキとか、はい。マッサージ機。こっちでしたら、これはどう折りたためるんですよ。一応、ジャッキ自身が、今までの通常のジャッキって、ちょっとこちらなんですけど、ジャッキって普通そうやったんですけど、これに関しては、さみたいに。そうなんですよ。三脚みたいな形で、こういうふうめっにちゃええやん。折りたたんで、で、2角あると思うんですけど、場所取らずで、まあ持ち運びにも便利ですと。これを持っていくのが憂鬱なんですよね。あ、そうです。本来なんかでかいの。そうやと思います。そうなんですよ。で、おっしゃる通りで、場所を取らないっていうのと、で、折りたためるっていうのと、今までジャッキこう持ってる時に、どうしてもバランス崩れたヘッドがドンって落ちて、ありましたよね。めっちゃある。で、これは、もうここでまとめてるんで、ヘッドが落ちることがまずないんですよ。例えばこれ緩めてても、これがもう直結してるんで、シャフトと。そうなんですよ。そうなんですよ。これに関しては、三脚で、で、まあ、こっちにもジャッキを置いてもらうんですけど、まあ、ドラムの受け、つば受けのところもあるし、ああ、そういうことか。そうなんですよ。ブレないんですね。ブレないです。はいはいはい。あとは、これが、シャフトの抜け防止。おー、はいはい。今までなかったんですこれなかったんですよ。そして、最後なんですけど、ちょっとね、軽量タイプで作られてるんで、ラチェット式ではないんですけど、ある程度高さはこういう風に決めてもらって、あとはこれで手でいってもらうしかないんですけど、で、ある程度のところ決まったら、シャフトをしまって、じゃ一応そうですね。ぐらいまでいけるんか。結構汎用性ある方が1個でいけるっすもんね。マックスが790まで上がるんで、1.5 のドラムとかまでやったり。それぐらいがいける。 1.5 やったら、そうですね。で、これの一つ上の3トンまでいけるタイプもあるんですけど、そ
っちはラチェットタイプで、これはちょっと一応商品では、ありがとうございます。はい、あるので、あと、いくら正規さんではこういうパワーボールがあったり、そうね、まあ、いわゆる金車、そうですね。グラム、ウインチ、で、あと1個何か最後にお願いします。ヤフのグリッパー紹介してほしい。これ何よこれ、新しいやつらしい。そうです、そうですね。何ですかこれは。これに関しては本当に新商品なんですけど、今まで乳腺すごくやっぱ危険性もあるんで、下から上にケーブルをにかかってくる上から行くと走るんで。あ、そうやね。はい。だけどやっぱりどうしても安全な面ロールにもかかるっていうので、逆の発想で、まあ、上から落とし込むっていう。ああ、はいはいはい。そうなんですよ。で、それのケーブル落とし込むのに、これはキャタピラ式になってるので、はい落とし込み装置っていう形で、これ一つってより何個かちょっとやってもらうんですけど、その落とし込み装置とこのインバーターボックスが必要になるんですけど、これはこれ1個なんですかこれが3セット。セットとしては、まあ、これが単体、これが単体なんですけど、これとこれをセットで使ってもらうんですけど、はい。落としなの。こっちが、どっちかというとこれ、そうですねはいはいはい。屋上とかに置いてもらって、はいこれも横向きで使ってもらう。動かせますかこういう形で、あ、どっちもいけるんですか。バックもできる。どっちもできます。すごい。これはいくらかなこれは定価で今、これだけやったら88まあまあ、万それぐらいしますわね。こっちはただ、今本当に単個出品レベルで、まだ、在庫とかない状態なんですけど、まあ、時期は来年以降とかは、徐々に。上から落とせるとこっちの方が絶対いい。そうですね。落ちた時が危ないという点で、それが解除される。これすごい。ありがとうございます。ここも一緒ですかケーブル向くやつですね。そうですね、これは皮むき器でこれして、パッとできたりしますできますよ。やっぱりこれ向いて売るのって全然ちゃいますもんね。そうですね、例えばこれ、VA、これだと、これもいけます。特にこっちだと、ここでまず、横のゲージ合わせるんですよ。横のゲージ合わせてもらって、あとここの部分で適切な媒定を、1.6、2.7、2.6って開けるじゃないですか。そしたらこれじゃないですか。抜くとき大変なんですけど、通常だったら、ボタン押してここに通すだけで、一気にすげえ取れる。ちょっともう一回いけますかもうないかまだあります。いっぱいあるんで。こっちで見たいです。了解です。はい。いきますよ。はいよ。はい。これ入れて、こんな形で。すげえ。一周。太いのいきましょう。はい、いきますよ。めっちゃおもろい。やってます。はい。この部分で入れてもらう。一瞬やね。で、これで一瞬でこのように剥けますんで。最高ですね。はい。そしたら、もうあとはこんな形で。はい。スクラップ屋に行くんですね。バラバラになるっていう形です。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。いくらツールスさんでした。ありがとうございました。こんな感じでいろいろ売っております。マクセル泉さんに来ました。はい、で、まあ今日のというか一応試商品などあれば教えてもらいたいんですけど。お待ちしてましたけど、はい、こちらの商品なんですけどね。じゃこりゃ。何と思われますかこれ。抹茶器。正解でございます。でこちらが形ですね。こちらの方は要はもう今持ってますけども、片手で十分軽く持てると。要はもう作業性を重視してですね。疲れますもんね結構。そうなんですよ。で今現在作業するにあたっては手動式でちょっと今流れてますけど実演はできるんですか？実演できますよ。でこちらまず電源がこの後ろにあります。何本から何本までですか？125からでサイズはまずですね 1.25 から8スケアの作業に適してます。でこちらをお使いになられるお客さんといいますと要は制御関係、要は番屋さんとかあと工場関係で実際このサイズですねこれを数多くされる方ですね。僕です。それともう一つは女性の方にも作業ができるようにということで一応開発してました。55ぐらいから硬いですもんね。で本当もう数多ければ手が痛くなりますからですね。こちらの方を動かすにあたりましてはまずこの電源ですね。こちらの方をまず入れます。ここで電源入ります。でこちらが映ってますかね手動と自動というですね2通りの使い方ができます。で自動にしますともうその通りスイッチを押すと自動で動いてこういうふうに動くんです。早いですね。はい。実際にちょっとやってみましょうかね。お願いします。
こちらがご存知の圧着端子です。なんぼのやつ？これはニスケですけども、ニスケねはい。はいこれを作業するにあたりましては、まず最初に仮止めと言いまして、まずは仮止めを行います。仮止めを行います。これが仮止めの仮止めの状状態態です。で、電線を差し込みます。はい。で、スイッチを押します。潰しました。自動で開きます。で、外れます。で、抜けない。これちゃんと刻印もつくんですか？で、刻印もちゃんとついてます。ちょっと持っていいですか？どうぞ。軽そう、めっちゃ。で、手動っていうのはどういうことですか？で、今度手動の方に行きますけど、これをちょっと長押しします。今変わりました。で、これは手動です。で、この手動は横についてますこのレバーですね。これを押すことで口が開いたり閉まったりするんです。この状態で作業を同じように開いた状態で端子を止めて、あとスイッチを押します。じゃあ潰れます。で、先ほどは自動で開いたんですけど、今回は開きません。で、外すときは手動ですから同じようにレバーを押すとこれ開いて外すと。こういった作業ですね。ありがとうございます。だから 1.25 から8付けまで、本当に数多くされるお客さんにはこれ持ってこいの。ちなみにおいくらぐらいですか？で、こちらの参考価格。参考価格、一応ここ載ってますけど、はい。14万7000円。はい。展示会やったらちょっと割引してもらえたりするん当ですね。然、こちらの価格からも、当然お安くさせていただきますので。充電器はマキタのやつですか？これ 10.8 を汎用できるんですね。できますね。これみたいです。レールカッター。はい。で、こちらの方は、要はレールカッターですね。こちらの方も現場でお使いになれる、要は俗にダクターとかですね、ございます。で、このダクターにもサイズがいろいろございまして、Day1 とか Day2 とか、あと Day15 とかですね。あと座椅子に関しましても、鉄とかステンとあります。で、こちらの方を切断するのに、要は従来は手動式とかありましたけども、私どもの方は後ろにありますこういった充電式の工具、こちらの方にはい、まあ、こちらが正常な取り付けですね。はい。で、あと切断する長さに合わせてスケールがついてます。あ、スケールなのか。はい、これスケールです。先端はしたらもう0点取ってるんですね。これ0点になります。で、こちらの方にこの充電式工具を取り付けます。そうやって入れるんやね。はい。で、この状態でスイッチを押しますと、こう動きます。で、この状態で刃が2枚刃になってますので、要はすり合わせの形で切断する。あ、もう今ので切れてる。これで切れてます。で、自動で。こっちで、こういうのが入るバリね。で、これの利点としましては、今言われた通り、まずバリが出ないと。それから、切った時に切り子ですね。それから火花も出ないと。で、現場によってはそういった火花とか嫌われる現場もございますので、仕事には適してますね。これはいらないですか？ペットだけで。で、こちらの方はこのアタッチメントと言いますけど、これだけでは使えませんので、そこの工具の本体も一応セットで一式で購買いただくというような形になっています。いくらです。泉の圧縮の出番が増えるってことですか？今までは電線だけやったけど、ベース、このアタッチメントのカッターは一応こちらに映ってます。価格が一応標準価格ということで、はい。それとあと中の刃なんですよ。カッターの刃です。こちらは現場でお使いになる材料に合わせてDay1 とか Day2 とかですね。刺すとかスパイダー今とかもあるんですか？あります。で、ステン用というのはまた別に刃がありますので、ここが刃が取り外しができます。使われる材料に合わせてこの形状の刃を用意してますので、その刃をここにセットしていただいて、あとはちょっと材料を入れてもらって。ハンガーレールはないですか？はい。ハンガーレールはちょっとないです。それであとはもうボタンを押すと切れます。ハンガーも欲しいですね。ぜひ作ってください。だから本当に数多くこれ使われているのが現実です。そういったこれはありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい。あと別途
穴開けの方も刃がありますので、切って穴開けてと先は楽にいけますので。ありがとうございます。その他マクセル泉さんでは僕らのね電線の圧着機とか、ケーブルカッターもケーブルカッターとかパンチもね、パンチャがあります。指導もあるし、やってます。だからもう電気工事するなくなるにはもうすぐ来ると。これズンゲで切れるやつですか？はい、これも全力切ります。ズンゲ切れるやつもアタッチメントであります。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いつもお世話になってます。ありがとうございます。渋谷さんのブースに遊びに来ました。主にどのような製品を扱われてるんですか？コンクリートで穴開ける。これ水を汲むやつですね。言うたらコア抜き機ってことですね。ダイヤモンドコアドリル扱ってますんで、じゃあここが刃先になるんですけど、はい、躯体を捉えてこう穴が開くっていうような構造になってますね。で僕すごいなと思うのが、これに水を入れといたらこうエアーポンプでこれいくやつですよね。これがこの2つを持っていったらコア抜きが完成するという。あれはでかいのも開けれるってことですか？そうです。210の。実演は今日は無理ですよね。これは何ですか？これ水、これハイポリ缶。はいはいはい。水道のハイポリ缶なんですけど、これを色地で切るっていうような。塩ビパイプとか。こんなんあんねや。ポリエチレン缶限定なんです。じゃあこの中で一押し商品を教えてください。ダイヤモンドドリルなんで、はい。このラインナップになります。すべてです。ダイヤモンド。ダイヤモンドコアドリル。ダイヤモンドコアドリル。刃にダイヤモンドがついてるんですか？そうです。先端に。ありがとうございます。渋谷さんのご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いけますか今？いいですよ。はい。亀倉さんに来ました。亀倉さんでは主にどのような製品が？パンチャーですね。パンチャー。はい。レールパンチャー。アングルとかチャンネルパンチャーですね。こういった穴開けですね。開けてもらって、そうですね。はい、静かですし、こういった食いついてもですね、必ず油圧の力で引き上がるんで、材料が必ず取れるんで、こねたり叩いたりする必要がないです。静かでいいです。はい、静かです。これはちなみにおいくらぐらいですか？これでだいたい17、8万ぐらいですかね。交渉次第で。はい。そうですね。まあ定価はね、もうちょっとするんですけど、はい。はい。だいたい定価で25万。はい、ぐらいしますんで。まあ展示会特化とかがあると。そうです。はい。その他おすすめ商品ありますか？おすすめ商品は次はちょっと電気屋さん関係になるんですけど。僕ら電気屋なんで嬉しいですね。レールカッターじゃんこれ。レール切断。はい。こういったハンガーレールとかダクターの切断する機械なんですけど。Day1ですかこれは？はい、これDay1なんですけど、こうやると、これで切れてるんで。これ欲しいわ。めっちゃ早い。バリも出ないですし、こういった切り子、ゴミも一切出ないですし、まあ火花ももちろん出ないですし、はい。これちなみにおいくらですか？これちょっとね、カセットはちょっと別売っていうか、まあDay1はついてるんですけど、あとちょっとこういったカセットがもろもろあるんですけど、オプションになるんですけど、Day1のみってことですね。Day1、そうですね。今本体についてるのはDay1のみ。Day1のみで。あと、ハンガーレールのこういったステンレス用のハンガーレール、25の40とかですね。南用のね。南用の、はい。穴開けもこれでできるんですか？穴開けはちょっとね、こっち別に。これいくらですか？これで大体定価で26万8000円です。はい。ちょっと個人的に買いたいんで、安くしてください。ぜひとも、はい、安しますんで、今日。お願いします。よろしくお願いします。すいません。じゃあ、亀倉さんのご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません。ほんまや。めっちゃ硬いなと思って。いいね。秋野さん、TikToker の秋野さん。はじめまして。ありがとうございます。秋野さんのステッカーもらいました。秋野さんのインスタとか皆さんのインスタ載せとくんで、にぎわいちに行ったらこういうユーザーさんの人とかと見て、ありがとうございます。フォローしてもらってるんで。ありがとうございます。インスタ名ゆうすけさん。はいはい。ありがとうございます。またゆっくり座ります。すみません邪魔して。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。